皆様おはようございます。おはようございます。斉藤です。雪降ってます。てだーん。粉雪降ってる。ね。今日はね、ご報告動画なんですけども、はい。悲しいお知らせでございます。悲しいよね。悲しいことがあった。結論からね、はい。お伝えすると、マイホーム、また新しい田舎暮らしの移住を考えてますっていう動画は何本か出したんですけども、そうですね。で実際は去年の暮れぐらいからいろいろ動いてはいて、いろんなところを検索したり、はい、見に行ったりとか、動画になってないこともいっぱいあったりとかして、はい、動いてたんですけども、実は一箇所ね、ここいいなっていう場所があって、その移住地で住宅ローンの仮審査っていうのをねやったんですよ。そしたらですね、見事に落ちましたね、ちょっとこれね、結論はこれだったんで、はい、諦めようかなっていうことで、はい、ご報告なんですが、ちょっと詳しくご説明すると、はい、まあ落ちたっていうのは変動金利の住宅ローンっていう、まあ、銀行ローンだよねっていうのに審査が落ちました。はい、で僕らは会社役員っていう一応立ち位置になるんですけど、まあ、自営業だよね一応、自営業になるので、僕たち2人のお給料っていうのはもちろんあるんですけど、固定給っていうのがあるんだけど、それだけではローンの審査ができなくて、会社の実績、会社の成績っていうのも出さなきゃいけないんだよね。で一緒に出した時に、まあ、落ちたわけで、まあちゃんとした理由っていうのは教えてくれないんですけど、まあ、おそらくっていうか多分そうなんだけど、2021年の会社の成績がね大赤字なんですよ。で2020と2021は黒字なんですけど、2021が大赤字なんですね。ちょっとその YouTube とかとは関係ないんですけど、別の事業の関係ですごい赤字がありまして、多分これが原因なんじゃないかなっていうことで、銀行からお金を借りれませんでした。はいでもう一つ、ローンの形態があって、フラット35っていう、まあ、CM とか、フラット 35! そうやってるじゃないですか。あれは通ったのよ。審査通りました。それはだからお金借りれるよってなったんですけど、金利がねちょっと高くて、その金利分だけで1000万を超えてくるわけですよ。だから3000万円借りても4000何百万返さなきゃいけないみたいな計算になってくるわけで、なんかそうすると僕らの場合もちろん移住はしたいんだけど、そこに一生定住かと言われるとちょっと分かんないなっていう部分があって、もしかしたらまた売りに出すとかいうパターンもあるかもしれないっていうことを考えると、その1000万円を超える利子をつけて借りるっていうのはちょっとリスクが高いなっていうふうに思ったんですね。ということで、諦めました。まあそこをね銀行ローンで借りれたら決めちゃおうかなっていうぐらいいい場所だったんだよね。だったんですけど、まあ建て売りなんですけどね、それは。なんだけど、まあちょっとその銀行審査っていうのを仮審査でも一度通してダメってなると、もうそれって履歴に残っちゃうらしいんですよ。だから何年って言ってた、5年ぐらいって言ってたかな。言ってた。5年ぐらい残る。要は×になったよっていう履歴がね全部の銀行に残ってるらしいので、審査に通りづらい5年間がもう始まっちゃったわけですね。なのでなんかもうそんなにだったら現状とりあえず、ここのね家とか土地柄は気に入ってるわけなんで、もういいかなっていうとりあえずね、いいかなっていう、その家賃払ってるなら家買っちゃった方がいいのかなみたいなノリが最初だったんで、そうで、いい家があったら、いい家っていうか私たちが、ここがいいってピンってくるところがあればっていう感じだったから、なんかどうしてもマイホームが欲しいっていう感じではなくて、家賃払ってるぐらいだったら持ち家を持っといた方が、ローン払って持ち家にしといた方が、まあそれでもいいところあればいいなっていう感じだったんで、そうですね、諦めます。今はなんかとりあえずその3期分会社の成績を出してほしいってことだったから、まあそのコロナ禍で一度ガクンって落ちたところが入っちゃってるから、まあそれを脱出した、またリベンジしてきた時期、2022年からそこがなく、ここから頑張ってまたその3期分で出す時にいい成績が残せてる時期に突入してたら、なんかいいかなとは思うんですけど、しばらくはちょっと一旦考えるのやめようっていう悔しいけど、そうですね、違うことで、まあ、お仕事を頑張りましょうっていう。そうですね、っていうことで厳しい現実を
食らいまして、はい、とりあえず何年かは多分マイホームっていうのはないかなっていうふうに思ったんで、視聴者さんとかがね、移住先決まりましたかとか、結構聞いてくださる方がねいらっしゃるので、しっかりこの件については動画にしなきゃなと思って、そうですね、はい、動画にしております。結構落ち込みましたけど、その日は落ち込みましたね。なんかこう、自営業ね、やっぱり始める時もそうだしね、お金借りるのすごく大変なんですね。そうですね、まあでも今までも力を合わせて頑張ってきたので、そう今後も楽しい人生になるように頑張っていきたいと思っております。はい、はい、まあそういうのもあって、実はちょっともう気持ちは切り替えていて、はい、そういやもうだって通らないものは通らないそうだね、で、もう来年審査通すかって言ったら多分通さないと思うんで、そうですね、やらないんで、まだ2021年のね赤字も残ってるし、早くても2年後3年後、早くて3年後ぐらいかなになるんで、もう切り替えて、だったらもちろんこの場所には住んでいて、やっぱり僕ら旅をねしていきたいので、で今シェビーバンでね旅をしたりしてますけど、こういう車旅やっていきたいので、車に関してそうちょっとね、その前にもちょっと言ってましたけど、買い替えをしたりとか、まあそういうところに目を向けていこうかなと思っております。モコもちょっとやばいし、やばい2回ぐらいもうねエンジンがかからない現象まで起きてるよね。そうで、エブリィも今ちょっとカスタムに出していて、もうすぐね戻ってきて、まあ、このエブリィどうするかっていうのもまた動画にしたいと思うんですけど、はい、まあ、その辺も含めてちょっと違う方向でね3年間ぐらい動きたいなと思ってます。ね、お家決まるといいですねってすごいいっぱいコメントや DM をくださった方々になんかこんな報告になってしまいましたけど、はい、私たちは全然前向きなので、はい、はい、大丈夫です。はいなのでね、移住はしませんというところでございます。移住はしません。できませんでした。はい。賃貸とかはね、今も賃貸ですけど、別に不自由なく済まさせてもらってるし、ここの地域もねすごくキャンプにも行きやすい地域なんで、またねキャンプとか車中泊旅とかそういう動画もいっぱい出していきますので、楽しい動画を作れるようにまた頑張りたいと思います。はい。でもさ、ちょっとほっとしたとこもない？何が？ここが好きすぎて、ここってこの町内、この町が好きすぎて、優しい人ばっかりじゃん。それはあるんですよ。寂しいよね、なんか離れるってなったら、それもちょっとあったりなんかして、もしかしたら将来的にこの地域にね家を建てるっていう可能性もある。確かに確かに、土地を探してここから動きたくないみたいな。でも大事だよね、そうなんて直感っていうか縁もあるからさ、もしかしたらなんか縁がなかったのかなって思うようにしてる。今じゃないよとか。まずはね、赤字を消すように頑張りましょう。頑張ります。はい。言い残したことはないですか？ないです。ないです。あ、もう次楽しみなこととかを結構見つけてるんで、まあそれはそれでっていう感じ。あとはなんか自営業だとお家借りれないとかで悩み相談みたいな方がね、何件か DM もいただいてたりしたんですけど、なんかこう私たちの YouTube を見てちょっとでもこういう風な考え方でまたリベンジすればいいのかなとかなんかちょっとでもプラスに考えていただけたら、一緒に頑張れたらいいなと思います。まあ裏を返せば自営業なんでお金借り入れづらいっていう事実もあるんだけど、でももしかしたらドカンって稼げるかもしれないっていう夢もあるからね、自営業は。だからね、別に車とか家とかをローンに頼らず買える人もいるわけですから。そうですね。まあそういうのを目指して頑張りたいと思います。はい。ということで、この動画が2月14日に出ると思うんですけど、また次の動画からは雪中キャンプ、連泊雪中キャンプからのスタートになりますので、はい。すごい良かったね、連泊。よかった。やっぱり毎年1回は行きたくなるけど、今すごい雪中ですけど、ここがやばい、2、30センチいきそうな勢いで降ってます。ね、雪中キャンプの時よりもはや積もってる、積もってるよね。まあなんか1年に1回ぐらいはこうなるっていうエリアらしいのでね、ここも。それのためにスタッドレス履いてますから。はい。それでは次キャンプ動画ですので、またキャンプの動画も見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい。ここがありすぎてね。
もうサボサだね。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。斉藤でした。さよなら。今後ともよろしく。今後ともよろしく。でもまだここに住んでる。